今回は白霊霊夢が敗北した強敵の魅力と反応パート2を紹介していきますよ。前回は東方海塚までのキャラだったので、今回は新キャラも出てくるだろうから楽しみだぜ。ちなみに前回のパート1を見ていなくても楽しめるので、後ほどパート1を見に行ってみてくださいね。まずはじめに紹介するのは聖白蓮です。おお、白蓮は仏教のお尚さんだから負けられない宗教対決じゃないの。白蓮は言わずと知れた青蓮戦のラスボスで妙蓮寺という弟の名前から取ったお寺の住職で、ブラコンヤンデレちゃんです。お寺に弟の名前を付けるのは立派なヤンデレでしょう。前回紹介した貝塚編では霊夢はある事情で本気が出なかったものの、白蓮と再戦した蜃気楼では信仰をかけた勝負なので霊夢も本気でやってるでしょう。やはり宗教的にライバル同士のため会話も非常に面白くて、体系化された我が仏教が原始的な宗教に敗れる気はしないと白蓮はいい。ライバル宗教に対してかなり好戦的ですね。仏教から見ると神道というのはそういう風に見えちゃうのね。白蓮は前回の隠れ最強キャラで紹介したように、破格のぶっ壊れキャラで霊夢に勝っちゃいますよ。それはもうなんと言ってもですよ。年季が違いますから。続いて紹介するのは雲井一輪雲山です。一輪も白蓮の妙蓮寺のメンバーだから、霊夢としては負けられないよね。一輪は妖怪入道の雲山と常に一緒に行動していて、その関係はもはや一心同体と言っても過言ではないほど、攻撃の際には雲山の力を全面的に借りており、拳だけの物理術を得意とします。戦い方はジョジョの丈太郎のスタープラチナそっくりなのよね。再戦の蜃気楼での会話を見ると、霊夢はどうやら白蓮に負けて人気が下がってきているので、一輪を倒して人気を取り戻そうと考えていますよ。ストーリー展開的には霊夢が負けたことになっているのか。しかし、今回も霊夢は負けてしまいます。やはり人気獲得のためにそれなりに全力で戦ったようですが完敗しています。一輪は愚問駆除で強いと紹介されているだけあって霊夢相手でも勝てちゃうのか。霊夢でも連敗で負けちゃうことがあるのは意外だな。続いて紹介するのは豊里耳の巫女です。今回は神道 VS 道教だな。蜃気楼は宗教戦争の話だから面白いね。東方神霊廟のラスボス巫女は視界戦という術で不老不死になるために妙蓮寺の墓場の地下にある霊廟から復活した仙人。転生前は実は男性だったというのがかなり濃厚なんだよね。気になる方は後で実派男性だったキャラ集を見てね。巫女の道教は簡単に言うと、不老不死になって楽しくのびのび生きようじゃないかというなかなかおしゃれな宗教ですよ。その代わりに死神などに追われるんだけどね。また人間の宿敵でもある妖怪にも信仰していて、妙蓮寺、守谷、白霊神社と同じように差別なく信仰していますよ。白霊神社派勝手に妖怪が群がるんだけどな。見た目もかっこいい巫女ですが、宗教対決時のセリフも非常にかっこよくて、強いものが正義、それが幻想郷の遊戯なら簡単な話です。かっちょよすぎでしょ。しっかりマントもつけてきて信長っぽくなったしね。また勝利時のセリフでは、巫女、よし。私を慕う者のためにも負けるわけにはいかぬ。と言っていて、信仰者を思うリーダーらしい素敵なセリフを言っています。よーし、巫女ファンクラブを設立しましょう。新たなる信仰が生まれました。続いて紹介するのは川城ニトリです。ニトリってエンジニアのイメージだから戦えるイメージないよ。いやいや、最近は宇宙最強のエンジニアが出てくるぐらいですからそんな幻想は捨てましょう。それデッドスペースやろ。ニトリの能力はエンジニアっぽいものかと思いきや、水を操る程度の能力というめちゃくちゃ強力な能力を持っています。実際には近くに水があれば溺れさせることが可能で、かっぱらしい恐ろしい能力だぜ。ニトリは蜃気楼において、宗教とか興味がない妖怪らしい言動を見せてくれる役目のキャラですよ。霊夢との戦闘も商売の話を持ちかけていたら巻き込まれる感じです。霊夢に勝利後人気を獲得して、これも商売に役立つと思ったようですね。その後、宗教に興味がなかったのにもかかわらず、宗教組織を立ち上げていたのが東方地霊記伝で語られていますよ。ゲームと漫画のストーリーが繋がっているのがわかるとめちゃくちゃ面白いよな。続いて紹介するのは藤原模倣です。おお、そういえば模倣とは神秘録で対戦したことがあったね。模倣は不死身を生かした弾幕と体術が得意でかなりの実力派のキャラクターですね。神秘録での模倣は7つ集めると願いが叶うと噂されるオカルトボールを奪おうとするものを返り討ちにしてきたようです。奇襲ではなく、返り討ちで勝手に集まっていたとかイケメンすぎでしょ。神秘録では霊夢とは久しぶりに会ったらしく、オカルトボールをかけて対決しますよ。勝利後、ルパンのカリオストロ上で五右衛門の名言のオマージュでまたつまらぬボールを手に入れてしまった、と言っています。はい可愛い、ボーイッシュな雰囲気だけど、ギャップネタの引き出しが多いのが模倣の良さよね。なんといっても下ネタも披露しますからね。これ下ネタ言ってるわけではないですよ。続いて紹介するのは米石小石です。そういえば再戦は神秘録なんだ。蜃気楼では霊夢に化けたマミゾウと対決していました。小石は霊夢を驚かそうとしますが、失敗してしまいます。最後には怖がれって言ってんのよ、と言って勝負を挑んできますよ。なんか小石らしいな。にしても霊夢に勝っちゃうなんてすごいじゃん。やはり激ムズ地霊伝のエクストラを務めただけありますね。勝利後はあなたの後ろ、というコメントを残して去っていくというなかなかホラー演出で去っていきます。こっぱ。これは非常に怖い意味があった。
後ろを振り返ると無線の再銭箱しかないのだから。確かにそれも怖いけども違うでしょ。続いては茨城河川です。霊夢の姉的なキャラだな。東宝プロジェクトの書籍作品東宝茨河川に登場するキャラクターで、ゲームとしては新記録が初になります。河川は仙人だし、実力が高いイメージあるよ。いろんな動物を操って戦うキャラクター。新記録では霊夢にオカルトボールを集めさせるのをやめさせるために戦いますよ。その他にも茨河川で勝負する機会がありますが、こちらは漫画を読んでみてくださいね。続いて紹介するのは東鉄ユーマです。これは霊夢が負けても当然でしょう。東鉄ユーマは同盟の同盟長でカービィのように何でも吸収する能力を持ち、バリバリの実力派のキャラだぜ。逆に霊夢が勝つのは難しいのではないかと言えるキャラですね。強力異文では謎の観光ツアーの噂の調査で霊夢が来た時に勝負しますよ。東鉄が勝利後、意外と真摯なユーマを信じて霊夢は引くことになります。怪物感マックスだけど、東鉄は真摯な部分があるのよね。あとこの時にはやはり妖怪を見逃すという、片っ端から文字通りの殴っていた霊夢から心の成長が感じられますよ。そしてあるものに対して怒りを思い出した東鉄は霊夢を脅すのですが、なんと霊夢が思わず敬語を使っていて、それだけ恐ろしいキャラだということがわかりますよ。ちなみに10応援で VS モードでの東鉄勝利時のセリフは、当然だ負ける要素がない。と言っていて、最新作でも実力的に差がある模様です。それだけ強ければ他の組と組まなくてもいいだろうけど、結構他の二人とは仲いいので組んだんだろうね。続いて紹介するのは八坂かな子様です。どんどんパフパフかな子様の時の盛り上がりがすごい。風神66面ボスの水の神でもあるかな子様はこの強力異文に参戦。強力異文の時期では空中の下攻撃の竜巻技が壊れていてこれを打つだけで勝手に相手が溶けていきます。威力も抜群の上に空中からだから相手の弾幕を受けにくいし、コンボも繋げられやすいのでとりあえず全員これ使っていたでしょう。感覚的例えるとカービィドロッチェ弾のトルネードみたいな感じです。最後のトリプルスターよりも強かったです。そんなかな子様は宗教的にライバルである霊夢と戦うことになります。理由としては地下に起こった異変は霊夢でも危険だと思い追い返そうとしてため。昔色々異変起こしちゃってたけどかっけー。しかし霊夢に勝利後、霊夢は余計なお世話よと言って去っていきます。神に喧嘩腰な巫女さんって一体。ちなみに霊夢とはやはり同じ信仰を必要とする者同士なので、宗教的にも対決することが多いです。例えば東方水長下では酒のお祭りを開いてどっちが信仰獲得できるか競争をしているのが確認できます。その時かな子様は神だからといって、慢心することなくわざわざ白霊神社の偵察にも来てますよ。こういうしっかりしているところからか、早苗からめちゃくちゃ信頼されているしね。それにしても着物かな子様美人だよね。まさに水も滴るいい女ですよ。その後山椒用に飲み込まれるんだけどね。勝負の結果はぜひ漫画で見てくださいね。続いて紹介するのは、フランドールスカーレットです。そっかそっか。強力異文ではついに時期も担当したんだよな。高馬卿から登場で、高馬間組で唯一時期の獲得がなかったフランですが、強力異文ではついに時期を担当。しかも誰も倒せない東鉄の完全敗北を目的とした非常に重要なキャラクターですよ。ちょうど20年後に登場だし、運命を感じるね。時期に関してはもう圧倒的に最強。この空中から矢を打つ技が半端ではなく、一つ一つの火力も他のキャラよりも高い上に、空中浮遊もできるのでぶっ壊れの時期でしたね。何度も泣かされた村雨南戦が余裕すぎたからね。そんなフランドールと20年越しに霊夢と再会して対決することに、20年前に比べれて霊夢は妖怪との共存を学び、東鉄も悪い奴ではないと判断して見逃す行為をしていたため、フランドールからはふぬけたと言われます。東方地霊記伝でのフランドールによれば霊夢は高魔境時点では悪意を感じたらしいしな。人間から見れば霊夢は成長しているけど、悪魔であるフランからすればふぬけたというセリフは合っていますね。とはいえ戦闘後は霊夢の実力を認めるようなセリフがありますね。まさかここに来て霊夢と再戦するとはな。実はその後東方地霊記伝でも再戦することに、しかも霊夢玉蓮虎丸将 VS フランという、劇場版パルキア VS ディアルガ VS ダークライカのような夢の対決もありますよ。気になる方は後でこちらを見てみてくださいね。続いて紹介する霊夢が敗北した敵は、白霊神社の守護霊獣、駒のアウンです。まさかの同僚対決。東方天空省から姿が確認できるようになったことで主に霊夢と暮らすようになった白霊神社の守護霊のアウンちゃん。なんと東方10応援で時期に抜擢されて、霊夢と再戦することになります。久々にアウンと霊夢の絡みが見られましたが、なんとアウン初登場の東方天空省後の東方茨河川ではあんた呼ばわりだったのに、その後かなり仲良くなったようで、アウンちゃんと呼んでいることが判明。霊夢がちゃん付けってみよいちゃんぐらいだし珍しいことだぜ。霊夢からはテンション高いわねと言われていますね。一体なんでなの？理由は同じ神社の守護にされている狐の妖怪、管狐に囁かれているのが原因。そのためか弾幕ごっこはそこまで得意ではないアウンも強気に攻めれた結果霊夢に勝ってしまいますよ。霊夢の反応としては周りの
の霊たちが騒いでるからテンション上がるのも仕方がないか、みたいなノリで先に行かせてしまいます。あらま、飼い主妖怪バスターなんだからちゃんと見てやらないと。その後、大妖怪のマミゾウがクダギツネを見つけてくれて、退治してくれますよ。さすがはできる系のマミゾウだな。続いて紹介するのはソンビテンです。新キャラクタービテンいいキャラしてるから反応面白そうだぜ。ソンビテンは10億円のラスボスザンムの差し金の一人。能力は野生の猿を操る程度の能力。見た目はどう考えても孫悟空を意識していますよね。服のデザイン、穴の開き方から見ても妖怪の山のヤマンバのネムノとのつながりを感じさせられますね。がっつりとした父に影が描かれていて、同じく公式タワワのサナエと比べても負けていないどころか若干大きく感じますよ。その情報今いります？彼女は猿の群れから抜けて霊を食らったことで妖怪化しました。猫股の猿バージョンだな。アウイと会ってからは白霊神社に来て霊夢とも仲が良くなっていますね。サナエみたいにちゃん付けではなく、さん付けなのでまあ友達というよりは知り合い程度に近いとは思いますが、なんとこの美点はゲーム上歴代初の初戦で霊夢に勝ってしまいます。そういえば霊夢ルートは3スパイと会わずにザンムのところまで行くもんな。おそらく霊夢に初戦で確実に倒した敵は美点が初だと思われます。凍結も逃がしたに近い感じだったしね。急に出てきた妖怪美点が怪しいと思った霊夢はなんと美点の生い立ちについて調査をしていたらしく、ザンムとのつながりがあることを知っていました。おお、異変にしっかり取り組んでいて成長感じるな。さらに美点のエンディングでは霊夢は美点がザンムに裏切られたことを心配するシーンがあり、妖怪に対して慈悲の心も持つようになっているのが確認できますよ。やーん、霊夢がここまで成長して感動的だぜ。続いて紹介するのは三つが白絵の子です。3スパイの中で一番人気のキャラだぜ。まず絵の子は、二つ那覇神官のケルベロス。見た目通り、能力は罠を操る程度の能力。手にはクリップのような形状のバネ式のシンプルな罠であるトラバサミをつけているのが特徴だよな。絵の子はもともとザンムの肉を食らって、反不老不死となり年老いた獣として長い時を過ごしていましたが、浄化の宝石で呪いが解けて、完全な不老不死となった妖怪です。元おばあちゃんにして博多出しで服装は乾かしすぎでしょ。セリフを見ると霊夢とはどうやら出会っていたらしく、霊夢のことをさん付けで呼んでいますね。まあ余裕で絵の子の方が年上なんだけどね。そんな絵の子も初戦で霊夢に勝ってしまいます。また絵の子についても霊夢は素性を調べていた模様。老犬から美少女になった絵の子の生い立ちを調べるってかなり難しいことだと思うけどすごいじゃないか。続いて紹介する霊夢に勝ったキャラはヨヨモツヒサミです。まさに地獄のようなキャラクターだぜ。そういえばチアリは唯一霊夢に合っていません。ああ、そういえばそうか。ただ VS モードのセリフでは、みんなこの程度のやつにかなわないのか？地上のやつは大丈夫なのか？と言っていて、余裕で勝てるようです。さすがは10億円大会使用率ナンバーワンのキャラだな。まずこのヒサミについてなんですが不用意に地獄に近づく奴を、甘い言葉で地獄へ引きずり込む美しき地獄のキャッチ。元ネタはおそらく泉津しこめであり、日本神話に登場する読み国の怪物。世持しこめは読みの国のしこめであり、イザナギを追い回した鬼女となりますよ。彼女のターゲットにされたら地獄に落ちる羽目になるらしいですね。水鬼から逃げまくる聖画と追いかけっこしてほしいぜ。ちなみにあの目を覆うほどの鼻はマスクらしい。いや口を隠さんかい。そんなヒサミはめちゃくちゃ強い。ザンムに地上に行って霊夢にザンムの召喚の承諾をしてこいと申し付けられました。もちろん霊夢は断ろうとしますが、それも織り込み済みでしょう。地獄の遊戯にのっとって力技で解決します。怖すぎでしょ。つまり戦うこと前提で霊夢に合わせていて、ヒサミなら霊夢に勝てると踏んでザンムは送り込んだということだな。戦闘後は霊夢にもう一戦しますというほどなので、なかなか余裕で勝てた可能性は高いですね。ほんまに地獄だな。実はザンムの手のひらに乗っていないのは霊夢、ヤクモランを除いてヒサミぐらいなのでやはり力はあるでしょうね。さてさて、ラストに紹介するのは日白ザンムです。前回の裏最強キャラで分かったけど東方海屈指の実力者キャラなんだよね。でもザンムって霊夢ルートではラスボスで、ザンムルートのラスボスは霊夢だから勝敗が分からなくない？ザンム時期のラスボス霊夢戦で負けると霊夢が私が勝っても終わらないというセリフを言っているので正規ルートではザンムが勝つことでちゃんと話が終わるようなので、霊夢に勝っているようです。なるほどな。確か霊夢が勝つとザンムの影が残ってしまうみたいなこと言ってたしね。まずザンムについてですが、実はもともとは人間の僧侶であり、殺生を禁じられていましたが、殺した数を自慢する戦国の世に矛盾を感じていたようです。彼女は霊体ならば、それは殺生ではなく救済だと考え、幽霊や動物霊を吸収するようになるのです。猟銃の霊も吸収したのか、その結果人間としての命を捨てるのですが、聡しい彼女は地獄に落ちる前に自ら地獄へ向かい、地獄の鬼と仲良くなったことでか自分も鬼となったようです。鬼とはいえかなりのインテリア派タイプであり、古臭くて機能が麻痺していた旧地獄と分離させて、新しい地獄を作ると提案したのも彼女だった。ほう、旧地獄と地獄を分けたのはこのザンムだったのか。そんなザンムは霊夢に勝っていると思われますよ。ラストはザンムの狙いで、霊夢に私を倒してほしい。そうすれば悪が滅んで霊夢が勇者になれるからという提案をしますが、霊夢はそれを拒否。そうすると、
今回異変に関わった者の心に残務という影が残り続けるからとのこと。そこまでバレたなら仕方がないと残務は本気で霊夢に勝ちに行きます。一見残務は一泡吹かされたようだけど、さっき紹介した負けルートの霊夢のセリフから見るに、もはや全力で戦うことまでが残務の狙いだったのかもしれないな。なるほど、それはかなりあるかもですね。なんだかんだでプレイヤーである私たちも手のひらに乗せられていたのかもしれません。残務は非常にいいキャラなので今後の活躍も楽しみですよ。さて今回はここまで。もし今回の授業で少しでも面白かったと思ったらチャンネル登録はいいのでコメント、高評価だけでも押していってくれよな。まだ霊夢の敗北した敵パート1を見ていない方はこちらも見ていってくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。